こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはジョナサン・スウィフトによる風刺文学の傑作ガリバー旅行記です。この作品は多くの言語に翻訳され、世界中の読者に300年にわたり愛されています。時代を超えて読み継がれている不朽の名作です。子供向けの物語として広く知られていますが、もともとは大人に向けた痛烈な風刺小説です。物語は全4編からなる長大なものですが、ご安心ください。本日は特に有名な小人の国と巨人の国の物語を中心に、その魅力の核心をお届けします。この壮大な物語が持つ深い感動に約15分で触れていただけるはずです。1939年にはアメリカで長編アニメーションとして映画化されるなど、多くの人々に影響を与え続けてきました。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したジョナサン・スウィフトと作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者ジョナサン・スウィフトは1667年アイルランドのダブリンに生まれました。彼が生まれる前に父は亡くなり、母は幼い彼を残してイングランドへ帰ってしまいます。叔父に育てられた彼は複雑な環境で感受性豊かな青年時代を過ごしました。アイルランドの聖職者でありながら、そのペンはイングランドの政治をも鋭く指しました。彼はイングランドから来たプロテスタントというアイルランドでは少数派の立場でした。その複雑な立ち位置が権力と社会を常に一歩引いた視点から見る観察眼を養ったのです。人間を嫌っていると評されながらも、その実誰よりも人間の愚かさや矛盾を深く見つめ、その奥にあるはずの理性の輝きを信じようとした情熱的な人物だったのかもしれません。彼の怒りや自由への渇望が数々の痛烈な風刺作品を生み出す原動力となりました。1726年にガリバー旅行記は匿名で出版されました。その頃イギリスはホイッグ党とトーリー党による激しい戦争の真っ只中にありました。物語に出てくる卵のどちらの端から割るかで争う2つの国は、カトリックとプロテスタントの宗教対立、そしてイギリスとフランスの対立を揶揄しています。当時の人々はこの奇妙な冒険譚に自分たちの社会の姿をはっきりと見て取ったのです。また科学革命後の啓蒙時代であり、理性や科学への信頼が高まっていた時代でもありました。しかしスウィフトは空飛ぶ島、ラピュータの描写などで実生活から乖離した学問を風刺します。人々の常識や価値観がいかに危ういものかを彼は巧みに物語へと織り込んだのです。出版されるや否や、この物語は子供部屋から議会まであらゆる場所で熱狂的に読まれました。痛烈な風刺でありながら、誰もが夢中になる冒険物語としても人々を魅了したのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよガリバー旅行記の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、視点を変えれば世界が反転する驚きと発見の旅路です。自分の常識が全く通じない場所で、
人間という存在そのものが滑稽に、そして愛おしく見えてくる。そんな私たちの価値観を根底から揺さぶる世界です。それでは主人公ガリバーが見た奇妙で、そしてあまりに人間的な世界に耳を傾ける時間といたしましょう。序章、風に呼ばれる魂、あるいは外科医レミュエル・ガリバーの肖像。物語は一人の男の静かな肖像画から始まります。その名はレミエル・ガリバー。彼は几帳面な外科医であり、分別ある市民であり、ささやかな家庭を営むありふれた英国紳士でした。しかしその穏やかな瞳の奥には、水平線の彼方から吹く風の呼び声に耳を澄まし、未知なる世界への抑えがたい渇望を秘めた魂が宿っていたのです。彼の心は平凡という港に安住することを良しとせず、常に海図なき太陽へと漕ぎ出す日を夢見ていました。彼が求めたのは富でしょうか、それとも名声でしょうか。いえ、彼自身にもわからぬ世界の真の姿をその目で確かめたいという純粋で危険な好奇心でした。やがて運命の船アントロープ号が出版するとき、彼の日常は終わりを告げます。それは世界を、そして彼自身を映し出す巨大で歪んだ鏡の回廊への旅の始まりだったのでした。第1部、矮小なる魂の万華鏡、リリパット国渡航記。第1章、巨人の眠りと目覚め。リリパットの岸辺にて、嵐はまるで神々の気まぐれな吐息のように船をもてあそび、ガリバーの意識を深い海の底へと引きずり込みました。彼が次に目を開けた時、そこが悪夢の続きなのか、現実の岸辺なのか、判然としません。柔らかな陽光の下、彼の獅子は雲の糸よりも細く、それでいて無数に張り巡らされた紐によって大地に縫い付けられていました。肌の上を這うのは飲みのごとき人々のかすかな足音、ちくりと頬を刺すのは針のように微小な矢でした。彼は身長わずか6インチの人間たちが暮らす国、リリパットの捕虜となっていたのです。理性を誇る人間という存在が、ただその大きさゆえに一個の動く山と化し、小人たちからはマンマ運転と呼ばれ、言葉も通じぬ彼らの好奇と警戒の目にさらされます。この奇妙な拘束は、ガリバーが信じて疑わなかった自己という存在の絶対的な尺度が崩れ始める最初の亀裂となりました。第2章、宮廷の遊戯と逆説の法。矮小なる権力の劇場。解放と引き換えに、ガリバーはリリパットの宮廷という滑稽にして精緻な虚栄の劇場に足を踏み入れます。そこでは国家の最高位の座が綱渡りの巧みさで決められ、皇帝の寵愛はその御前でいかに巧みに棒をくぐり抜けるかで競われていました。彼はその手のひらで踊る宮廷人たちの姿に、あたかも人間社会の権力闘争の縮図を見るようでした。やがて自由を得て国内を観察するうちに、ガリバーはこの国の法制度が英国とは似ても似つかぬ逆説的な英知に満ちていることを知ります。ここでは詐欺は窃盗よりも重罪であり、恩知らずは死罪に値しました。もし告発された者が自らの無実を証明すれば、偽証した告発者こそが死刑に処されるのです。特攻には報酬が与えられ、役人の選抜は能力よりも道徳が重んじられます。それは理想郷の青写真のようでした。しかしスウィフトの冷徹な眼差しは、そうした美しき制度でさえ今や派閥争いや個人の野心によって腐敗し、形骸化しつつあるという現実を静かにガリバーに看破させるのでした。第3章、かかとと卵をめぐる競争。さまつなる大義の不条理。この小人国は2つの巨大な災厄に苛まれていました。一つは国内を二分する不毛極まりない党派争いです。彼らは履く靴のかかとの高さによって高尚党と低尚党に分かれ、互いに食事も会話も交わさぬほど憎み合っていました。かかとの高さという国家の存亡とは何ら関わりのない意地の張り合いが
イギリスのトーリー党とホイッグ党の争いを滑稽に映し出す鏡のように、この国の政治を麻痺させていたのです。そしてもう一つの最悪が隣国ブレフスキュとの長きにわたる戦争でした。その原因たるや、あまりにバカバカしく、それでいて恐ろしいほどに現実を射抜いています。卵を割る際、尖った端から割るべきか、丸い端から割るべきか。実にこの協議の対立が、2つの国家を血で血を洗う争いへと駆り立てていたのです。国内の政争と対外的な戦争、そのどちらもが人間の歴史を彩ってきたあまたの争いが、いかに些細な、あるいは不合理な大義名分のもとに繰り広げられてきたかを痛烈に風刺していました。第4章、聖なる小便と巨人の逃亡、恩寵と裏切りの狭間で、ガリバーは敵国ブレフスキュの艦隊を捕らえ、国民的英雄となります。しかし栄光は転落の序曲に過ぎませんでした。宮殿火災の際、彼は善意から自らの尿で鎮火しますが、この行為が宮殿を汚したとして皇后の激しい憎悪を買い、性的に彼を陥れる絶好の口実を与えてしまいます。恩寵は一夜にして裏切りへと変わり、かつて彼を称えた者たちが今や彼の両目を潰すというむごたらしい刑罰を貢ぎしていました。善意があだとなる世界の不条理に幻滅したガリバーはブレフスキュへと逃亡します。そこで彼は奇跡的にも嵐で岸に打ち上げられた故国のものと思われる一艘のボートを発見しました。彼はその基地と工学の知識を駆使してボートを修理し、食料を積み込むと、ついに小人たちの世界から広大で不確かな大海原へと漕ぎ出すのでした。第2部、醜悪なる理性の肖像、ブロブディンナグ国渡航記。第5章、おもちゃの悲哀と小さな世話役。ブロブディンナグの手のひらの上で再び海へと乗り出したガリバーを運命はまたしても翻弄します。今度の岸辺で彼を待っていたのは天をつくような巨人の国ブロブディンナグでした。リリパットでの優越感は完全に覆され、彼は今や麦畑で迷子になる小人、農夫の手のひらの上で震えるおもちゃとなり果てます。しかしこの絶望に一筋の光が差しました。彼を世話することになったのは農夫の9歳になる心優しき娘だったのです。少女はこの奇妙で小さな生き物にグリルドリグと名付けました。それはこの国の言葉で小人を意味します。対してガリバーは彼女の献身的な愛情に応え、心の中で彼女をグルムダルクリッチと呼びました。それは私の小さな世話役という意味を込めた彼だけの呼び名でした。見せ物として各地を巡業させられる過酷な日々の中、彼女の存在はガリバーの砕け散った尊厳と人間性をかろうじてつなぎ止める、彼にとって唯一の怒りとなったのです。第6章、王との対話。そしてむき出しにされるヨーロッパの偉大さ。やがてガリバーの評判は宮廷に届き、彼は王妃に買い取られます。その際、ガリバーはグルムダルクリッチも共に宮廷に召し抱え、引き続き世話役とすることをたっての願い、それは聞き入れられました。宮廷という新たな鳥かごの中で、彼は知性と徳を兼ね備えた巨人国の王と対話する機会を得ます。ガリバーは失われた誇りを取り戻さんと、故国ヨーロッパの政治、法律、歴史、軍事といった偉大なる文明の輝きを熱弁しました。しかしその言葉は王の巨大な理性の耳には貪欲、偽善、憎悪に満ちた忌まわしく有害な小虫の群れの記録としか響かなかったのです。極めつけにガリバーが切り札として火薬と大砲の製法を献上しようとした時、王は恐怖と怒りに震え、そのような悪魔の所業を二度と口にせぬよう厳命します。ヨーロッパの理性が築き上げた文明の頂は、より大きな視点の前でその醜悪な本性を完全にむき出しにされたのでした。第7章、おもちゃの災難と絆の証明、猿にさらわれし者。宮廷での生活は常に危険と隣り合わせでした。ガリバーの矮小さは時に残酷な偶然を呼び寄せます。ある日、グルムダルクリッチが部屋を離れた隙に、一匹の猿が部屋に忍び込み、
ガリバーを自分の子供と勘違いしてさらっていきました。猿はガリバーを小脇に抱え、宮殿の屋根の上へと駆け上ります。地上数百ヤードの高さで、ガリバーは猿に汚らしい食べ物を口に詰め込まれながら、なすすべもなく恐怖に震えました。宮殿は騒然となり、戻ってきたグルムダルクリッチは反響欄で泣き叫びます。やがて猿ははしごを登ってきた人々に驚き、ガリバーを屋根瓦の上に落として逃げ去りました。この事件はガリバーがいかに無力で脆い存在であるか、そしてグルムダルクリッチの保護がなければ一日たりとも生きていけないという事実を彼自身と宮廷の皆に痛感させました。彼の命は常に彼女の手のひらの中にあったのです。第8章、小人が見た醜悪。美しき肌の上の深淵。ガリバーの目はこの巨人国で世界の微細な醜さを捉える呪われたレンズと化します。宮廷で最も美しいと謳われる侍女の柔肌も、彼の至近距離からはクレーターのごとき毛穴と不快な匂いを放つおぞましい肉塊にしか見えません。古事記の身体にたかる巨大なシラミ、処刑された罪人の巨大な死体。物理的な巨大さは人間という存在が内包するあらゆる不完全さ、不潔さ、そして肉体的な醜さを耐え難いほどに増幅して彼の眼前に突きつけます。それは人間の精神的な醜悪さを映す隠喩でもありました。ガリバーの心には同胞である人間そのものへの生理的なレベルでの嫌悪感が深く刻み込まれていきます。そのおぞましい光景の中でさえ彼に寄り添うグルムダルクリッチの純粋な存在だけがこの醜悪な世界における救いのように思えたのでした。第9章、わしに運ばれた孤独。2つの鏡に映る自画像。国王一家が南の海岸へ行行するのにガリバーとグルムダルクリッチも同行しました。そこでガリバー自身が少し体調を崩し、新鮮な潮風を吸いたいと願ったため、グルムダルクリッチは心配しながらも彼を月の少年に託します。その時、運命の歯車が回りました。彼が入った小箱が巨大なワシにさらわれ、太陽の真っ只中に落とされるという偶然が彼を再び人間世界へと送り返したのです。大海原を漂う絶望の中、ガリバーは自らの運命以上に彼を失ったグルムダルクリッチの計り知れない悲しみに心を痛めました。やがて英国船に救助された彼は自分と同じ大きさの船員たちを見て思わず叫びそうになります。彼らがなんと矮小で滑稽に見えることでしょう。リリパットの鏡は人間の精神の矮小さを映し、ブロブディンナグの鏡は人間の肉体と文明の醜悪さを映しました。その2つの歪んだ鏡の回廊を通り抜け、かけがえのない絆さえも失ったガリバーはどちらの世界にも属せない永遠の異邦人となり、人間社会のただ中で深い孤独の海を漂い始めるのでした。終章。我らが手の中の鏡、すなわちスウィフトが仕掛けた永遠の問い。ガリバー旅行記の航海は地図の上の旅ではありません。それは私たち自身の魂の内側を巡る旅なのです。スウィフトが私たちに手渡したのは奇想天外な冒険譚の皮をかぶった冷徹で正確無比な鏡です。その鏡を覗き込むとき、私たちはそこに些細なことで争い、根拠なき優越感に浸るリリパットの小人たちを見るでしょう。そして鏡の角度を変えれば、自らの営みを文明と信じて疑わず、その実より大きな理性の目から見れば、醜悪で不合理な虫けらに過ぎないブロブディンナグの愛人としての我々の姿が映し出されます。大きさとは何か、正しさとは何か、偉大さとは一体いかなる尺度で測られるのでしょうか。スウィフトは答えを与えません。ただ私たちの傲慢さと自己満足を揺さぶる痛烈な問いを投げかけるだけです。この物語は300年以上の時を超え、現代に生きる私たちに鋭く迫ります。 SNS で繰り広げられる
卵の割り方をめぐる争い、自らの価値観こそが絶対だと信じる国家や個人のおごり。私たちは今もなおリリパットの宮廷で綱渡りをし、ブロブディンナグの王の前で自らの偉大さを虚しく説いているのかもしれません。この歪んだ鏡の回廊からあなたは何を読み取るでしょうか。自己の矮小さに絶望するか、それとも他者への寛容を学ぶか。ガリバーの孤独に寄り添い、人間という不可解な存在をそれでも愛そうと試みるか。スウィフトの霊障の奥に隠された人間理性へのわずかな、そして絶望的な期待をあなた自身の物語として引き受ける勇気はあるでしょうか。その問いこそがこの不朽の物語が私たちに与える最も価値ある土産物なのです。いかがでしたでしょうか。ジョナサン・スウィフトが紡いだガリバー旅行記は読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして刺激的な物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける物事を相対的に見るという視点は私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる人間の愚かさや滑稽さとはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような現代社会への問いを受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。